どうも、モブです。今回はアーティファクトに関する動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、アーティファクトの獲得場所についてだよ。アーティファクトは、基本的に、封鎖任務と、インスタンスダンジョンで獲得できるよ。また、挑戦に必要な鍵は、1日で12本配布されるよ。次に、挑戦する難易度についてだよ。封鎖任務やインスタンスダンジョンはノーマルの難易度が20段階、チャレンジの難易度も20段階あり、合計40の難易度が存在するよ。そこでまずはノーマルの15段階あたりのクリアを目標にしよう。ここら辺から最高レアのアーティファクトがかなり落ちやすくなるよ。その後は自身の成長に合わせて段階を上げていこう。チャレンジの強者の証明0段階からは全ての報酬が最高レアのアーティファクトになるため、アーティファクトの厳選がより早く進むようになるよ。次は強者の証明についてだよ。強者の証明とは意図的により高い難易度を作り出し、そのステージをクリアすることでノーマルでは獲得できない追加報酬を獲得できるコンテンツだよ。基本的には強者の証というアイテムや段階に応じた討伐と証として専用アイコンが獲得できるね。次は強者の証明の交換ショップについてだよ。この専用ショップでは強者の証という通貨を使用し、レアなアイテムと交換することができるよ。ここにしかないスキンや称号の他にルーンの破片、魔力エキス、アーティファクトなど強くなるために必要な素材もあるね。次はアーティファクトの強化についてだよ。まずはそれぞれのハンターの特徴や参照を把握するためにスキルを見てみよう。そうするとそのハンターの育成に必要なオプションを確認することができるよ。この場合、諸菱明菜は攻撃力を中心に育成すれば良いことがわかるね。その他にも後藤会長は防御力、水アは HP とハンターによって変わるため必ず確認しておこう。次はさらにそのハンターの特徴を理解するために推奨能力値を確認しよう。この場合、諸菱明菜は攻撃力の他に防御力貫通とクリティカル率が必要だということがわかるね。この推奨能力値はハンターの特性によって大きく変わるため、能力を確認するなどしてアーティファクトを強化する前に把握しておこう。次は強化するアーティファクトセットを決めるよ。ここでは推奨セットというボタンを押すことでそのハンターに向いているアーティファクトを確認することができるね。基本的には左側の列と右側の列でアーティファクトが分けられるため、このように違うセットが表示されることがあるよ。しかしここでのおすすめが必ずしも正しいとは限らないよ。基本的に諸菱明菜は右側のアーティファクトには優れた技量セットを装着しよう。次は強化するアーティファクトを決めたら左下のフィルター機能ボタンを押しアーティファクトを絞ろう。先ほど諸菱明菜のおすすめは強靭や武装セットを示していたため、このようにチェックをつけることでその所持しているアーティファクトが表示されるようになるよ。次はメインオプションとサブオプションを絞っていこう。現在の画面ではメインに追加攻撃力、サブに攻撃力パーセントを選んでいるよね。ここからはこのように選択している理由を説明していくよ。まずは攻撃力のハンターだよ。1月29日現在では攻撃力3勝のハンターは10名、そして水篠も攻撃力3勝に含まれるね。基本的には下のオプション表が土台となり厳選していく感じだよ。またハンターの近くに記載されているオプションはハンターの特徴に合わせて持った方が良いものを表しているよ。この場合、諸菱明菜は防御力貫通を盛る、最上はクリティカル関連能力は持ってはいけないということだね。次は一番重要なメインオプションとサブオプションについて説明していくよ。
まずはじめに結論から言うと、メインに追加攻撃力、サブに攻撃力パーセントを当てるよ。これはそれぞれの条件に合わせて計算した場合、②の式の答えの方が①より高くなるからだね。しかし特定の条件ではメインとサブのオプションが入れ替わる場合があるよ。例えば水篠につける場合は、サブオプションの攻撃力パーセントや追加攻撃力にプラス1しかついていない場合では、メイン攻撃力パーセント、サブに追加攻撃力の方が攻撃力を高く盛れる場合があるよ。このように他にもいくつかの例外が存在するため、攻撃力のアーティファクトの製作はかなり難しい部類に入るね。基本的には攻撃力パーセントと追加攻撃力のオプションが両方存在し、メインに追加、サブにパーセントで、パーセントにプラス2以上ついていれば大丈夫かな。次はメインに追加攻撃力を設定できないその他の部位についてだよ。これらの部位ではメインに攻撃力のオプションを持ってくることができず、鎧では防御力、首飾りでは HP の中から選択する必要があるよ。この場合の優劣も同様に計算した結果では、防御力パーセントより追加防御力 HP パーセントより追加 HP の方がよりステータスを盛ることができるね。またメインオプションに攻撃力を持ってこれないため、サブオプションに攻撃力パーセントと追加攻撃力のオプションを持ってくる必要があるよ。ここでの注意点は、他の部位のメインオプションでは追加攻撃力の方が良かったけど、サブオプションで争う場合には攻撃力パーセントの方が優勢になることがわかるね。そのためこれらの5つの部位ではサブオプションに2つの攻撃力要素が存在し、攻撃力パーセントにより多くのプラスがつくようにしよう。次は防御力のハンターだよ。1月29日現在では防御力のハンターは攻撃力のハンターに比べ少なく、まだ火属性や水属性には登場していないことがわかるね。次は攻撃力の時と同じようにどのオプションを持ってくるのがベストなのか計算してみたよ。その結果として攻撃力のハンターと認識は変わらず、メインに追加、サブにパーセント、また他の部位では追加攻撃力と追加 HP を選択し、サブで争う場合には防御力パーセントの方が優勢になるよ。次は HP のハンターだよ。1月29日現在 HP 参照のハンターは攻撃力に比べると少なく、また爆発的な火力を叩き出すアタッカーの実装がされてないね。これは今後に期待だね。またこれまでと同じように HP 参照のハンターも計算してみたところ、メインに追加、サブにパーセント、その他の部位では追加攻撃力と追加防御力を選び、サブオプションで争う場合は HP パーセントが優勢であることが分かったよ。次は防御力と HP のハンターの足の甲部位についてだよ。足の甲ではメインオプションの候補として一般的にはクリティカルダメージか防御力貫通を選ぶよ。しかしその他にも防御力パーセントと HP パーセントのオプションが存在するよ。そのためこの場合も同様に計算してみた結果、メインにクリダメではなくステータスパーセントを持ってくることでより高い数値が生まれる可能性があるよ。
しかし現在では攻撃力を高く盛ることより全てのオプションをバランスよく盛る方がより高いダメージを与えられる環境のため、ヒーラーはパーセント、それ以外はクリティカルダメージの方がおすすめだよ。次はこれまでのことを踏まえてアーティファクト強化を実践してみるよ。ここではアキナの胴体を作ろうとしているため、メインに追加防御力、サブに攻撃力パーセントと追加攻撃力のオプションが最低限含まれていることをフィルター機能で設定するよ。そしてここでは複数個の候補が存在する中でよりダメージ増加系のオプションが多いものを選択するよ。またそのハンターの特徴に合わせたり他の部位とのバランスを考えたりすることも大事だね。また強化する際は一気に二重強化せずに段階ごとに止めて確認しよう。この場合ではどれだけ序盤に攻撃力パーセントや追加攻撃力のオプションにプラスがつくかで16強化以上をするか判断するよ。結果としては攻撃力パーセントにプラス1、防御力貫通にプラスについたため、アキナ用としてはギリギリの9大点かな。ここからさらに強化するのかは完全に個人の判断になるね。また別の視点からアーティファクトとの関係性を見ていくよ。まずはコアだね。コアは光の攻防で獲得可能なアイテムで、基本的にはアーティファクトとのバランスを取る意識だね。また攻撃力や防御力、 HP などのステータスを盛る以外にその他のオプションも追加でついてくるよ。基本的にはクリティカル率とクリティカルダメージをサポートしてあげよう。これらのオプションは敵のレベルなどによって他のオプションより大きく制限を受けてしまうからだね。また防御力貫通はコアで盛ることに優れており、数値増加による与えるダメージが全身的に大きくなるため、クリティカル関連能力の次におすすめだよ。次は魔法付与との関係性についてだよ。魔法付与はシミュレーションゲートを通して専用アイテムを獲得でき、アーティファクトに付与されているオプションをさらに強化することができるよ。先ほども言ったように現在では全てのオプションをバランスよく盛る時代なので、アーティファクト厳選段階でより多くのダメージ増加系のオプションがついていることが望ましいね。最後はインベントリの超過によるアーティファクトの断捨離についてだよ。おそらくほとんどの人がこのような状況を体験したことがあるよね。またこのような状況を解決するためにはいらないアーティファクトを判断し売却や分解をする必要があるよ。その方法として1つ目はアーティファクトの種類で判断することだね。これは比較的に使わない赤目、ベヒーモス、骸骨などのアーティファクトを種類別で判断するよ。他の方法に比べ比較的楽に解決できるけど、アーティファクトの情報修正や新キャラに対応できない可能性もあるよね。2つ目はオプションで判断する方法だね。これは今まで学んできたようにオプションには最低でもそのハンター参照のステータスパーセントと追加ステータスが含まれている必要があるよ。そのため攻撃力のハンターの場合ではフィルターで画像のように絞り、ロック機能や除外機能を多用しオプション別で分けていこう。この方法は今後のことも考えると安全ではあるが、断捨離中にある程度の集中力が必要になってくるかな。3つ目は2つ目と考え方は同じで、さらに条件を厳しく絞った感じだね。この場合2つ目より集中力が必要で、一つ一つのアーティファクトを見ていき判断する形になるよ。最後に断捨離の実践だよ。今回はアーティファクトごとにオプションで絞って良さそうと感じたものをロックしていくよ。ロックすれば
まとめて売却する際も間違えて売ることがないので安心できるよね。またこの方法では攻撃力で絞った後に同じように防御力や HP も見る必要があるので少し時間はかかるのがネックかな。さらにこのように大切なものは基本的にロックをしておこう。時間がある時にでもチェックしてみよう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。